清徳帝の主皇将は明代の第11代の皇帝でした。弘治18年、1505年、15歳の清徳帝が皇位につき、清徳帝は弘治帝の一人息子であり、実の母親は皇后でした。したがって、弘治帝が亡くなった時、清徳帝が皇位についた。この時の明帝国には、内に謙信がいる、外に強力な軍隊がいて、国力が強いでした。彼は、間違いなく明の皇帝の中で最も幸運でした。清徳帝は、子供の頃から基地に富み、頭が良く、記者が好きでした。彼が、皇位に就いた後、歴史書には、評価が、両極に分かれていた。一方の側に、彼は、国家の大事に豪気果断であると述べられました。ごく短い時間で、宦官琉金を中殺し、安価烏の乱やね、硫黄の乱を平定した。モンゴルの王子を打ち負かし、そして多くの災害救済や税金免除を実施した。一方、彼の政権時代には堕落して邪悪になり、国力が衰え、酒や武道に貪欲になり、悪党と結び、生涯中楽しむことが好きだったそうです。過去には多くの人が彼は、スケベ、暴力的で、でたらめ、恥知らずで、珍しい暗愚な君主だと思っていました。清徳帝は、実は、非常に学識のある人で、仏教などの宗教に精通しており、サンスクリット語も知っていました。また、大将軍や、仏の称号を自分に与えた。フルネームは、大慶法王慶が、工藤延明時代大帝法生物です。彼の一番才能は、外国語です。例えば、ポルトガルの使節が会いに来たとき、彼は、非常に短い時間でポルトガル語を学び、ポルトガル語と上手に話すことさえできました。次に、彼の3つの趣味について話します。趣味1、動物が好きです。清徳帝は、封建時代で動物を飼うための最も繁栄した時期を作りました。効果は、標榜の設立に資金を提供しました。清徳帝の周りに8人の悪名宦官がいました。琉金が率いる8人の宦官は、八個と呼ばれていた。彼らは、皇帝の心を魅了し、朝廷で権力を握り、すべての人に軽蔑されていました。標榜は、清徳帝を喜ばせるために、軍神を打ち勝つ後、琉金によって設立されました。しばらくの間、標榜中に、虎、象、ライオン、牧羊、キリン、羊春などが集まって、まるで国立動物園でした。個室には、官妓や美女がたくさん隠れており、彼女らは清徳帝と同行して、一日中、楽しんでいる人々です。1508年、清徳帝は、先祖が残した規則を破り、紫禁城に住むことをやめ、標榜に引っ越した。標榜はその頃から初めて、虎や豹が飼育されていた場所から、清徳帝が楽しんで政務を担当した場所に変わりました。かつて皇帝は虎を従順な犬を訓練する気まぐれを持っていましたが、失敗しただけでなく、清徳帝自身は、彼が育てていた虎に危うく食べられました。幸い身の回りの自衛公品によって救出されました。これらの動物を順養するために、内廷が多くの出資をしました。豹一頭の面倒だけで240人を雇いました。したがって、標榜の膨大管理費用がわかるように。そして、元宵節の花火で、謙信宮が火事になっていったとき、標榜にいた清徳帝は、そのような光景を見たが、急いで助けもしなくて、ただ、なんと、大花火だったと言っただけど。標榜で、女性だけでなく、多くの男寵や稚児を養った。多くの男寵を養子として、惜しみなく受け取った。彼らのために豪華な邸宅を建てただけでなく、政治への参加も許可しました。さらに誇張されたのは、いくつかの養子は軍権を握っていた。多くの男寵は重用され、昇格されました。
聖徳帝が皇位に就いた後、家主は皇后に指名されました。夏皇后は美しいものの、好まれませんでした。さらに、彼は何年もの空いた宮殿の外に住んでいたので、夏皇后には子供がなく、まだ処女である可能性があります。彼は皇后に興味がなく、一日中外で飲んだり、楽しんだりする場所を切望していたので、外から同行する美しい女性を探し始め、体を正常な状態に保つために、様々な薬を服用しました。多くの薬物乱用した結果は、様々な副作用を起こした。それが彼の不妊のわけだった。このため、彼はまた、自身の不妊問題を隠すことができるように、妊娠した女性と結婚するというアイデアを思いつきました。しかし、この方法はまだリークされて、諦めることしかできませんでした。彼は、自分の子供ができなくて、養子の引き取ることが好きになり、記録に127人の養子を受け入れました。しかし、残念ながらこれらの養子に、知性の脳神が一人もいなかった。趣味に、百技が好き。聖徳帝の東宮で、常に、ディアボロ、アイススケート、相撲、釣りドラム、シャドーパペット、火吹き、雑技などがよくありました。しばらくの間、あらゆる分野の人々がたくさんいて、とても活気がありました。趣味3、軍旅が好き。聖徳12年、1517年の10月、モンゴルの脱炭の王子の指導の下で南に向かった。しばらくの間、明王朝の長夜が驚きました。聖徳帝は遠征に出かけることにしました。彼の祖父聖統帝が北西によって捕らえられた経験があったから、朝廷の大臣たちが彼の遠征に反対しました。聖徳帝は主従の意見を排除し、自ら数万人の兵士を率いて、兵士と一緒に食事、暮らし、民軍の士気を大幅に高め、ついに恩州大将を収めました。個人的な遠征の結果、聖徳帝の治世中に、モンゴルは二度と南下しませんでした。しかし、物事は、想像を絶する方向に進んだ。彼は自分を、イブ大将軍と、称号付け、名前は、主従に変え、自分は、将軍の称号により楽しんだ。彼はまた、古部から給料をもらえるように頼んだ。聖徳帝は、中国市場で、自分の官職をもらう、唯一の皇帝でした。自分を降格するようなものでした。この件に関して、朝廷の大臣は次々と彼を監視したが、説得の効果がなかった。聖徳帝は、人を任用する場合に、よく学者や役人から、最も批判されたのは宦官を支持し、文官を阻害したことでした。民の民実録により、聖徳帝はこれについて、独自の見解を持っていました。彼自身は次のように述べました。10人文官のうちに、せいぜい3人か4人が良いですが、10人宦官のうちに6人か7人が良いです。この傾向は、彼の知性を通して現れていました。大臣にとって、彼には、寛容な側面もあります。楊貞和や他の重要な大臣に手厚い待遇を用意した。彼を怒らせた多くの大臣にとって、彼は彼らを憎む代わりに非常に称賛しました。例えば、彼が北部巡視した頃、彼は宣府を経由して草原地帯に行きたいと思っていました。しかし、宣府の御師である長金は彼のために城門を開くことを拒否した。何日も膠着状態に陥った後、聖徳帝は長金が外地へ視察機会を利用して入城した。長金に対して聖徳帝は彼を罰する代わりに彼の勤勉さと忠誠心を称賛しました。聖徳帝は常に歴史家から写真一の王とみなされていましたが、彼15年間の在任中に前の仁徳のある君主たちがこれまでにしなかった2つのことを成し遂げました。一つ目は、江南風税の改革。朱元璋以降、
江南の過剰課税の状況は、楊定和が主催する税制調整により一変した。清徳8年、1513年から、江南で全面的に実施された税制改革は、江南の地元住民の負担を軽減しただけでなく、また、弘治時代後期から、江南地域は、中央政府に10年間の税金の滞納は2年だけで、完済した。国家の財政状況は大幅に改善されました。二つ目は、四白紙の改革。海上貿易の徴税機能を強化し、対外貿易収入を増やし、解禁解除の第一歩を踏み出し、政府の税源を拡大した。清徳帝の治世の15年間、国の実際の財政収入は、彼の父の弘治18年の明中高時代よりも実際に高かった。また、宗教に、彼はイスラム教を愛していた。彼はイスラム教と接触した後、イスラム教を高く評価、導入し、社会で宗教に関連する建物を建て始めました。清徳帝はイスラム教を強く支持していたため、外国の施設とも多くの接触を持っていました。これは他の皇帝がしていないことでもあります。ある意味でこれは国の発展への新しい道を開いた。後代は考古学で明代の清徳時代にアラビアの装飾が施された多くの器物を発掘しました。考古学的発見と歴史的記録によると、清徳帝はイスラム教徒であることが分かりました。そして、歴史資料の発掘とともに、彼はまた、アッラーの栄光を意味する名記、スゴーランと呼ばれるアラビア語の名前を持っています。イスラム教の規範は豚肉を食べることを許可しておらず、また別の理由は、彼は、イノシシ年で生まれた。象徴的な意味で身を守るために、彼は全国民に豚肉の食べることを禁止した。しかし驚くべきことに、彼は他の人に豚肉を食べさせませんが、彼自身はよく豚肉を食べていました。次第に、庶民は豚の使用をやめ、市場では豚肉の取引はありませんでした。そのため、議長権で先祖を崇拝するようになったとき、生贄に必要な豚肉を買うことができませんでした。施行から3ヶ月後、多くの社会問題が発生し、朝廷でも一部の役人の反対により、この政策は取り消された。清徳帝が政治の荒廃のわけで、ネオの主信号は、密かに反乱に備えることを試み。清徳14年、彼は旗を掲げて反乱を起こした。清徳帝はそれを心配していなかった。彼は、イブ大将軍、朱樹の旗を使い、軍隊を遠征に導いた。しかし、途中で御師の、欧主人はすでに反乱を鎮圧したことが分かった。このニュースは清徳帝の興味を全く損なうものではなく、彼は別の茶番劇を指揮し、朱信号を再び釈放し、個人的に朱信号を再逮捕、そして反乱を鎮圧した彼の勝利を祝う大宴会を開催しました。その後、彼は欲しいままに江南に滞在し、そこで遊びました。ある日、清徳帝は川で釣りをしていましたが、足が不安定だったために川に落ちました。すでに9月だったので、川は寒かったです。過度に短溺したので、体に大きな損失をもたらしました。彼は川に落ちた後に、ずっと病気だった。清徳帝の一行は、急いで首都に戻り、ジンは彼らを治療するために最善を尽くしましたが、それでも清徳帝の命を救うことはできませんでした。数ヶ月後、清徳16年、1521年の3月、清徳帝は31歳頃、병亡で亡くなり、彼の馬鹿げた人生を終えました。病号は、武装、死号は、昇天達、道英宿営鉄使用徳権、高校分子後期皇帝、北京の明の13両の公領に埋葬された。清徳帝は、放蕩式な生活を送り、相続人を残しませんでした。
100人以上の義士の中で、彼自身の子供では一人もいませんでした。清徳帝が相続人なしで亡くなった後、楊廷和と内閣の大臣は、明王朝の皇民祖君によって、彼の皇位継承者として皇宇朱由元の次男の朱高煒が志士に立てられていた。それは、嘉靖帝である。中国皇室伝統によれば、皇太后と呼ぶことができるのは、皇帝の実母だけであり、いとこの嫁であるか皇后は、皇太后とは言えません。しかし、嘉靖帝の陳皇后と区別できるように、嘉皇后に宗子行皇后の尊号を与えた。嘉靖14年、1535年の正月に、嘉氏が報じた。清徳帝と共に公陵に埋葬されました。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。